イノシシプリンセス。第一巻。古い伝説によると、大地の草木や獣は自分たちの国を築いていたらしい。その時、今のモンド城はイノシシが戯れるただの森でしかなかった。イノシシの王国はこの森にあり、そこはイノシシの天国だった。国王には可愛い姫がいた。姫は森で一番美しい花と白い牙とサラサラなたてがみを持っていた。美しく優しい姫は毎日一番甘くてみずみずしい果実を進化に分け与えた。甘酸っぱい木いちごも、歯触りのいいリンゴも、新鮮なキノコも、姫はどんなものでも仲間に分け与えた。国のすべてのイノシシは王と姫を愛し、毎日称賛した。くんくん、国王に祝福を。国王のおかげで毎日おいしい果物が食べられる。くんくん、素直で賢い姫を国王に授けたことを風神に感謝します。1ページの上隅に小さな文字が書かれている。パパ、私が毎晩キャンディーを食べないでお祈りしたら、豚さんになれるかな？私、豚になりたい。だって、豚は美味しいもん。第2巻。イノシシの森の北側には、冷たい表現が広がっていた。その時、遊び好きのバルバトスは、まだその地にたどり着いていなかったのだ。そのため、そこはどこもかしこも雪と氷だらけだった。その地に踏み入れた生き物は皆寒さに足踏みをする。うわぁ、冷たすぎる。爪が凍りそうだ。最も勇敢で強いイノシシの王でも表現の冷たさには耐えられなかった。くるるくるる、寒すぎてひづめが紫色になってしまった。だが、そこには一匹の狼が住んでいたのだ。ページの一番下に疎い字が書かれている。パパ、どうして狼さんの爪は凍らなかったの？第3巻。以前、狼は悩みのない子供だった。明るい青の瞳と、艶やかな灰色の毛皮を持っていた。胸を張ると、モンド大聖堂にある狼頭の彫刻とそっくりだ。だがある日、狼が森で狩りをしていると、邪悪なリスの魔術師、ウバカと遭遇した。大昔、どんな魔人も悪竜も、ウバカの邪悪さとは比べ物にならなかった。ウバカはすべての美しい物事を恨み、それらを醜くどす黒く変えてしまうのだ。ウバカは楽しそうな狼を見て、怒りを抑えつつつぶやいた。あららあらら、まったく腹立たしい。この世で最も冷たい氷を心臓に突き刺して、二度と希望を感じなくしてやる。ウバカは魔術を発動し、狼を呪おうとした。しかし、狼はうっかりウバカを丸飲みしてしまったのだ。慌てたウバカは怒りに任せ、知っている一番汚い言葉で狼を罵った。彼は口の中から声が聞こえることに気づき、自分がとんでもない過ちを犯したのを理解した。あ、ごめんなさいリスさん。食べてもいい方のリスだと思ったんだ。狼は説明しようとした。しかし、喉を動かした弾みで、ごくんとウバカを飲み込んでしまったのだ。ここにメモが貼られており、丁寧な文字が書かれている。だからリリー、外では変なものを食べちゃダメだよ。
第4巻。狼の胃袋の中でどのような化学反応が起こったのかは不明だが、突如、乳母の魔術が発動した。リスの呪いによって冷たい氷が狼の心臓に刺さり、心を凍てつかせた。狼は冷酷になり、他の動物に心配されても汚い言葉を投げるか傷つけるような行動をとるようになった。そうして狼は他の動物たちから嫌われてしまったのだ。それから森のすべての狼たちは口を揃えてこう言った。ワンワン、あれは自己中で嫌われ者の子狼だよ。ワンワン、そうだそうだ。恩知らずの狼だよ。あいつとは関わらない方がいい。狼は次々と友達を失い、孤独になった。森に歓迎されない彼は、北へ向かうしかなかった。北にある極寒の表現は、普通の生き物なら近づくことすら難しい。しかし、心が凍った狼は、寒さを感じることはなかった。彼はその場所を住処に決め、表現にいる唯一の狼となったのだ。このページの角に小さな女の子が書いたような文字が残っている。パパ、乳母はどこに行っちゃったの？第5巻。ある日、イノシシの姫は狼の話を知り、胸を痛めた。姫は臣下たちにどうすれば彼の心臓にある氷を取り除けるのか片っ端から聞き回った。結果、賢い狐と長生きな亀だけが答えを知っていた。リンリンリン。真心と炎だけが邪悪な表彰を解かせるのです。リンリンリン。狐が言う。友情には犠牲が必要です。犠牲だけが友情を作る。申し訳ない。私は泣けぬのです。頼りになる老いた亀が言う。賢いイノシシの姫はすぐにその意味を理解した。涙を拭うと、彼女は二人に向かってペコリとお辞儀をする。くんくん、ありがとうございます。どうか私と一緒に狼さんのところに行ってくれますか？私たちの友情の証人になってほしいんです。姫にお願いされた狐と亀は大喜びで姫と共に北へと向かった。ページの下にメモが貼られている。これは小さな読者の父親の字だろうか。亀は泣けないんだ。亀のおじいさんは礼儀正しいからいつも説明してくれるんだよ。第6巻。そこで姫と二人の知者は北にある極寒の地にやってきた。辺り一面が氷と雪に包まれている。どんなに勇敢で勇猛な獣でも穴掘りが得意なイタチでも、ここでは暖かな草むらも新鮮な果実も見つけられないだろう。あまりもの寒さに姫の体は震えていた。だが引き返すことなく彼女は凍える風の中へと進んでいく。賢い狐と頼れる亀は骨を刺すような寒さに耐えきれず姫に言った。リンリンリン、こんな寒くて危険な場所で冒険だなんて国王が知ったら心配しますよ。帰りましょうよ。リンリンリン。そうですよ。吹雪もどんどん激しくなるし、少し休んで風が止んでから進みましょうよ。すみません。私は泣けぬのです。だが、頑固な姫は二人の知者の提案を聞き入れず、極寒の中を進んでいくことを決めた。結局のところ、この世で失った友人を救いに行くことや、友情を取り戻すことより大切なことはないのだから。そうして一行は、爪やひずめが凍てつき、
吐き出したのが凍るまで歩き続けた。氷山に流れる水の張った川のほとりで、姫は寒風を漂う妖精を見つけた。古くから知恵の妖精は氷山の上に住んでいた。彼女たちは実体はないが、強大な魔力を持っている。くんくん、あなたがここの主ですか？どうか吹雪から抜け出す道を案内してくれませんか？姫は礼儀正しく話しかけ、感覚のなくなった蹄で小さく足踏みした。知恵の狐と頼れる年老いた亀も期待の眼差しを氷の妖精に向け、凍りついた爪を雪の中で動かした。ふんふん。妖精は軽やかな声で言う。いいよ。でもふんふん。お返しに君たちの体力をもらうよ。君たちが吹雪の中を進めば進むほど、どんどんお腹が空いて寒くなるからね。まあ、命の危険はないと思うけど、多分ね。ふうふう。くんくん、相手は氷の精霊だもの。と姫は思った。それに国で最も賢くて私を気にかけてくれる人たちがそばにいるわ。何があっても大丈夫よ。姫は戸惑うことなく精霊の要求を受け入れた。賢い狐も頼りになる老いた亀も口を挟む隙がなかった。くんくん、合理的な条件です。では狼さんのところまで案内してください。そこで精霊は凍える川の流氷に姿を変え、固い決意を持った姫を険しい雪山の反対側へと導いた。第7巻。極寒の風を越えてついに姫は狼を見つけた。狼の体は霜に覆われ、青い瞳はもはや光を灯していなかった。そしてワンワン泣くことすら忘れてしまっていた。お姉さんいいところに来たね。ちょうどお昼ご飯の時間だ。これを聞いて心優しいイノシシの姫は思わず涙を流した。目からこぼれた雫は狼の心を少しだけ溶かした。なんで泣いてるの？くんくん、昼ご飯も見つからないなんて私の国ではありえないことです。だから私は私のすべてを犠牲にしてあなたをお腹いっぱいにしてあげます。それを聞いて狼は目を見張る。頭が狂ってるのか。そんなことを僕に言ったやつなんて今までいなかったぞ。だが狼は姫の目の中にある決意の光を見た。彼の心をまとっている氷に亀裂が入る。狂ってません。だから私は国で一番賢くて一番私を気にかけてくれる大切な二人を犠牲にしてあなたをお腹いっぱいにしてあげます。私たちの友情のために。それを聞いた狐はすぐさま逃げようとしたが、狼と姫に捕らえられてしまった。年老いた亀は怯えて甲羅に隠れた。狼と姫は雪に覆われた大地で美味しい昼ご飯をお腹いっぱい食べた。そして洞穴を見つけ、そこでたくさんキノコを摘み、火を起こして亀のスープを飲んだ。こうして狼は初めて友達と分かち合う喜びを感じ、心の氷が溶け出し、喜びの涙となって目から流れた。姫は狼の爪を取り、一緒に帰路へと着いた。最後のページに繊細な字が書かれたカードが挟まっている。あなた、やっぱりこの本は図書館に寄贈した方がいいと思うわ。
おしまい。